こんにちは、ルイカと申します。今回はいろいろなやり方で検索をしてセルを選択する方法をご紹介いたします。検索ボックスでの検索ではある値以上を選択するといった範囲検索や複数の条件を使った&検索やOR検索は使えませんが、今回の方法を使えばそのような条件で検索をしてセルを選択することができます。もしお役に立ちそうでしたらチャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますととても嬉しいです。例えばこちらの数字の中で90から99のセルを選択したいとします。もし最終的にやりたいことがセルに色を塗ったり文字の色を変えることであれば条件付き書式でできますね。このような感じで&関数で条件を指定、セルの色などを設定すれば90以上かつ99以下のセルに色を塗ることができます。しかし目的が書式の設定ではなく値を消したい、別の内容に変更したいなどの場合は条件付き書式では対応できません。値を変えたい場合は対象のセルを選択する必要がありますが、Excel の検索では90以上かつ99以下などのように複数の条件での検索はできません。というより90以上などのような範囲検索がそもそもできません。ジャンプからセルを選択する方法もありますが、こちらも同様に複数条件や範囲指定での選択はありません。ということで複数条件や範囲指定でセルを選択する方法です。シートをコピーします。全体を選択して値は不要なので削除しますが、対象の範囲を見失わないように色を塗っておきましょう。そしてコピー元のシートの自分と同じセルが選択対象かどうかの判定をします。一番左上のセルを選択して90以上かつ99以下を検索いたしますので、=if 条件の部分は両方に該当する場合になりますので&関数にして、一つ目の条件がコピー元のシートの自分と同じセルが90以上。二つ目の条件はコピー元のシートの自分と同じセルが99以下になります。そのどちらにも該当する場合は1、それ以外は0になるようにしてエンターですが、対象の範囲を選択している場合はコントロールを押しながらエンターを押すと全部一気に入力することができます。コントロールとエンターでなくても入力したセルをコピーして対象範囲に貼り付けでも大丈夫です。確認してみますと、この A1 セルはコピー元のシートでは25で対象外ですので0になっています。こちらの A3、B3 セルは両方90台で対象なのでコピーしたシートで1になっています。これで元のシートで90台のセルがコピーしたシートで1の状態になりました。次に選択ですが、その前に両方のシートを選択します。コピーしたシートが表示されている状態でシフトを押しながら元のシートを選択します。こうすると両方のシートが選択されていてコピーした10のシートが表示された状態になりますので、この10のシートで検索対象を値にして検索する文字列を1、すべて検索です。こちらに1のセルが表示されますが、ここでコントロールと A を押すとすべてのセルが選択されます。これでこのシートの1のセルがすべて選択されましたが、セルの選択は複数シート選択した状態で行うと、それぞれのシートで同じセルを選択するという特徴がありますので、元のシートを見ますと、このように90から99のセルが選択された状態になります。あとは目的の処理をするだけですので、セルの色を塗ったり、デリートキーで値を消したり、逆に何か文字を入力して、コントロールとエンターで同じ値を一括して入力することもできます。セルを選択するには、自分でクリックして選択する以外ですと、検索ウィンドウやジャンプからの検索がありますが、どちらもある程度決まったやり方での検索しかできません。しかし今回のシートをコピーしてコピーした先で検索用の目印をつける方法であれば、ワークシート関数を使って検索の目印をつけることができますので、複雑な条件で検索ができるようになります。以上以下などの範囲指定だけでなく、別の方法でも検索してみましょう。
今度はこちらの数字の中で3の倍数と3がつく数だけ選択してみようと思います。通常の検索やジャンプからの選択ではおそらくできないと思いますが、ワークシート関数を組み合わせれば、その条件で判別をすることができますので、1セル入力して、コントロールとエンターで全セルに入力。そして元のシートも選択した状態で検索。位置を指定してすべて検索。コントロールと A で全セル選択です。これで元のシートでは目的のセルだけが選択されていますので、何か別の文字を入れてコントロールとエンターで確定すれば、一発で3の倍数と3がつく数だけ別の値に置き換えることができます。関数を使って選択するだけでなく、もっと単純な使い方もできます。こちらの表は、事業所ごとの1期から4期までの売上と合計の行がある表です。この合計は値が直接入力されていますが、この合計を値ではなくサム関数に変えなければならなくなったとします。一つの合計だけであれば、このようにサム関数で範囲を指定してエンターで OK なのですが、これを全事業所にコピペしようとしますと、合計以外はそれぞれの値がありますので、範囲をまとめて選択して貼り付けることはできません。合計のセルだけを飛び飛びで選択しなければならないので、とても大変です。そのような場合も、今回の方法が使えます。シートをコピーして、値は不要なので、全部消してしまいます。そして目印として、合計の値があったセルに、今回は A1 文字を入れてみます。これを最後までコピーしますが、こちらの5行で一塊でしたので、5行を選択してコピー。そのまま最後のセルをシフトを押しながら選択して貼り付け。これで合計の値があったセルだけ A1 文字がある状態になりました。この A1 文字を選択しますが、値がこれだけであれば、検索ではなく、ジャンプからのセル選択でも選択できます。元のシートを忘れずに選択しておいて、コントロールと G でジャンプウィンドウを表示、セル選択。こちらで、定数を選んで OK を押せば、値が直接入力されているセルだけが選択されます。コピー元のシートを見てみますと、合計の値があるセルだけが選択されていますので、この状態でアクティブなセルにサム関数を入力。そしてコントロールとエンターで選択しているセルに同時入力をすれば、それぞれの事業所の合計を一括してサム関数に置き換えることができます。飛び飛びに選択しなければならないセルが数箇所であれば、コントロールキーを押しながらクリックしていった方が早いですが、数十数百あるような場合でしたら、コピーしたシート経由で選択した方が手間は少なくて済みます。そのような場面になりましたら、今回の方法を思い出してみてくださいね。今回のポイントをまとめますと、複数シートを選択した状態でセルを選択すると、選択したシートすべてで同じセルを選択できることと、元のシートをコピーしたシートであれば、値を消してしまって、検索用の目印付けとして自由に使えることです。ワークシート関数を使って検索ができるようなものですので、検索の自由度が格段に上がりますね。そして普通に使っていましたが、コントロールを押しながらエンターの同時入力もとても便利です。特に今回のように目的のセルを選択してからのコントロールプラスエンターの組み合わせは、大量のデータを扱うときにとても重宝しますので、ぜひ覚えておいてくださいね。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。